しんちゃお、かずほです。ショートです。私たちは引き続きベトナムのニンビン省におります。はい。そして本日の動画がこちらニンビンでの最後の動画になります。で、本日は、こちらニンビンでいくつかの寺院を巡ろうと思っておりますので、今日も楽しんでいきましょう。行きましょう。それでは行きます。こちら最初にやってきたのがビッグドン寺というお寺になります。こちら何がすごいかというと、このニンビンのこの豊かな自然との融合なんですね。で、こういった感じの岸壁のところに岸壁に沿うように寺院が作られておりまして、で入り口の門も湖に囲まれていて、自然との融合っていうのがすごく見られて、そこが魅力の寺院になっております。ここの作りは3層構造になっているようで、最初の一番下の寺院、そして登っていって2つ目の寺院で、また登っていって3個目の寺院が見れる構造になっていて、本当に岸壁に沿うように縦に作られているようですね。今2個目のパゴダに向かってるんですけど、すごい、ちょっと上がっただけでめちゃくちゃ自然が綺麗です。なんかちょっと天空の城ラピュタ感を感じます。なんか古代の遺跡感というか、苔の感じとかがちょっとラピュタっぽい感じする。見てください、そこにヤギゴートがいますねえ、めっちゃ近い。しかもあれ親子だよね、多分そうだね。来ました。2個目のお寺です。すごい、めちゃくちゃこの洞窟の中というか自然なところに作られてます。洞窟の中に入っていきます。すごい。洞窟抜けた先に景色がありますよ。一番上まで行って洞窟も越えてきたんですけど、めちゃくちゃ景色綺麗でした。で、洞窟はここで天然でできた洞窟みたいなんですけど、ちょっと悲しい歴史もありまして、それがベトナム戦争時にそこの洞窟で避難されていた方もいたそうなので、やっぱりちょっとなんというかおどろおどろしい雰囲気もありました。なのでね、こういう観光地来るときはやはりここの自然とかここの神様とかここの宗教に敬意を持ってね、来たいと思ってます。すごく景色も綺麗で、めちゃくちゃ来る価値あると思います。すごい良かったです。近い、すごい。はい、そして続いてはこちらニンビンにあるバイリン寺に来ました。で、こちらのバイリン寺、何が有名かというと、東南アジアで最大級の大きさを誇る寺みたいなんですよ。なのでめっちゃでかいです。楽しみです。でかさがとにかく誇りで、もともと11世紀にあったんですけど、ほんとそれだけは、その11世紀にあったやつはすごい小さかったんだって。で、それをもとに2003年に再建を開始し、2006年にこの大きさで完成させたので、だいぶ新しい建築だそうです。で、この伝統と現代を融合させて、観光と信仰を両立させるっていうテーマで作っているそうなので、結構 Google マップのレビューとかで書いてる人もいたんですけど、なんか寺っていうよりかはアミューズメントパークに近い感覚っていう人も結構いたので、この前にいたビッグドン寺は結構自然の中にあったじゃん。だからその違いを楽しめるんじゃないかなと思います。それでは行きましょう。で、ここ入場料についてなんですけど、私が見たブログには入場料は無料、そして敷地内は電動自転車で巡れるよって書いてあったんですよ。だから私も完全に無料だと思ってたら、全然無料じゃなくて、で、チケットはいろいろ様々あるんですけど、基本的には100万から300万ドンにグレードが分かれたものが
3つあります。で、敷地が広大すぎるので結構チケットカウンターから入り口までの送迎のみのものから敷地内の移動をすべてカバーしてくれるよっていうものと、あと他にもチケットによって何が含まれているかとか入れる場所とかのオプションが変わってきます。でチケットカウンターに行くとスタッフの方が英語でも説明してくださるので、それで何が含まれているかとか自分たちはどのチケットにするかっていうのを選べばいいと思います。Including inside high tower. Inside high tower, you go by elevator. You go to the top floor. You see overview of the pagoda. で私たちはこの全部送迎も入っているっていう300万ドンのチケットにしました。でこのバンドをもらって、これをね見せて、いつでもシャトルバスの人にこう送迎してもらえるっていうものにしました。この敷地内に結構お寺というか建物がいくつかあるみたいなんですけど、とりあえずここが最初の寺みたいです。はい、でここのお寺また一つ魅力があるんですけど、本殿まで続く回廊にガーッとねこう仏像が並んでるんですよ。すごいよね。すごい量、もうあっちまでガーッと続いていて、でこれは私が調べた情報によると500体って書いてありました。でしかもこれすごいのが一つ一つの顔とか表情とか、あとこの手の動きとかが全部違ってずっと見てても本当に飽きないんですよ。本当だ。そう、それがね面白さで、しかもそれがずっと回廊まで続いてるので、めっちゃ面白いです。みんなこうやって手とかさ膝とか触るからもう真っ黒になっちゃってる。タッチしないでくださいって書いてはいるんだけどね。で次に来たのがねサキャムニホールだそうです。なんかマントラみたいなのがすごいずっと聞こえてるから、そういう意味なのかも、ホールっていうのが。なるほど。で今ねシャトルバスで移動したけど、やっぱりシャトルバスで移動してちょっと時間かかるから、やっぱ歩くの大変かも。大変だと思う。グレードは一番上でもあるんですけど、300万トンのもの買った方が、体力的にいいかもしれないです。でも歩いて回るのもこう風情があっていいかも。こう中をシャトルでこう巡ってくれるっていうやつでね。そう、最高級のやつでございます。最高級の。じゃあ中入っていきますか。はい、入りましょう。すごそうですよ。すごいよ、もう見えてるのが。すごいです。めっちゃ広い。めっちゃ広い。ちょっと大きさが伝わってるかわからないけど、とにかく巨大。結構今までお寺いろいろ行ってきた中で結構一番ぐらい大きいかも。いや規模で言ったら多分一番じゃない。すごいね。やっぱさすが東南アジア最大だもんね。最大だ。そうだよね。普通に考えてそうだよね。今までこうタイででっかい寺院とか見てきたけど、それよりはるかに大きいってことだから。私たちが買ったチケット、この足湯とこのハーブ茶もついてくるこのスパみたいなものもインクルードされてるんですよ。めっちゃすごくない？なんか、本当にテーマパークみたい。さっきここでねレストランがあるしフードコートもあるっていう情報を得てたんですけど、ご飯食べようと思ったらなくて、ご飯が。でレストラン近くのところに探したらめっちゃ高級そうなところ1個しかなくて、そこもしかもこの敷地内にホテルがあるみたいなんだけど、寺の中にホテルがあって、そこの1階にあるレストランしかなくて、一品一品すごく高かったの。だからいいっちゃいいけどちょっと微妙そうだから、近くの売店でこのお餅とお菓子みたいなのね買いました。こういう本当にちょっとしたやつが1軒だけ空いてたんだよね。それ以外ちょっとしたスナックとかなんかバオみたいなやつ売ってるところもあったっぽいんだけど、そこは全部閉まっちゃってて、もしかしたら休日だけそこは空いてるのかもしれないです。そうかもしれない。そして最後にやってきたのが
バオティン・ストゥパかな、多分読み方それで合ってると思うの、このめちゃくちゃ高い塔です。めっちゃアイコニックだね、ここの寺の。そうだね、でこれ私たちのチケットがここの寺、寺というかこの塔を中エレベーターを伝って上まで行けるっていうのも含まれているので、中に入っていこうと思います。はい、行きましょう。この塔がね、マジでドラゴンボールのかりんの塔なんですよ。まさにまさにこの上に本当にかりん様がそういるのかな。いるのかな。先祖くれないから今疲れてるし。先祖欲しい。先祖欲しいよね。ね、確かに。でもこの高さだったらね、全然苦労しないね、みんな。確かにエレベーターで行けちゃうしね。どう？すごい。おお、これはちょっとこれは霧がかってはいるけど、すごい。私たちここ来てたの？とんでもなく広いよ。すごいね、これ。お、上がっていくとすごいね、これ。やばいね。ね、召喚されちゃいそう。何かが。そうだね。で今日は最後にですね、ローカルスイーツ屋さんですね、ホステルのオーナーさんがおすすめしてくれた、なんかもち米のアイスが有名な場所に来ました。でこちらですね、僕が頼んだのがもち米が入ってるココナッツアイスクリームですね。ちょっといただきたいと思います。はい。どんな味なんだろうね、もち米。わかんない。でももち米ちゃんと入ってる。ちょっとこれタピオカも入ってる。合うのかな。すべてミックスしていただきます。美味しい。美味しい。合う。アイスは普通のココナッツアイスクリームなんだけど、このもち米がちょっと芯がある感じで、食感がねちょっとサクサクするんでね、サクもちみたいな、この芯がある、それがすごい美味しいです。なんかもち米の存在感をしっかり感じられる。でいいコンビネーション、ちゃんと表面もち、中にちょっと芯が残ってるっていう感じがすごい美味しいです。で私はめっちゃスタンダードなこのもち米のアイスってやつを頼みました。多分上にココナッツが乗ってるっぽい。いただきます。美味しそう。あ、本当だ、合うね。合う、めちゃくちゃ合う。あ、美味しい。なんかパイもそうだけど結構スイーツにこうお米使うじゃん。そうだね。なんか最初めっちゃ抵抗感あったけど、全然美味しい。あ、いいわ。トッピングとしてすごいいいよね。寺院2つも巡ったし、後半の寺院の方はめっちゃ広かったから、めっちゃしみる、このスイーツと塔が。今日もよく歩いたよね。歩いた、長かった。はい、ということで本日の動画では、こちらニンビンで有名なお寺2つを紹介しました、そして本日の動画でこちらベトナムのニンビン編が終了いたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。でニンビンはやっぱりこうハノイとかホイアン、あとはねダナン、ホーチミンとかと比べてちょっと田舎なんですけど、その分ちょっと観光客が少ないので、ローカルをこう楽しめるいい場所だなって思いましたね。あとやっぱりこう平地、地理的にこう平地な部分が多いので、こうバイクとか自転車を借りての散策がすごいいいなと思いましたね。でやっぱり世界遺産の街とも言われてるくらいなので、とにかく自然がめちゃくちゃ綺麗です。でベトナムやっぱりホーチミンとかハノイとかダナンとかが有名だと思うんですけども、そういう開発されたところよりもこういったベトナムの生の自然の姿っていうのかな、そういうのを見れる魅力があると思うので、ハノイからね日帰りのツアーとかもありますし、そんなにたっぷり時間を取れなくてもちょっとでもニンビンの魅力を感じられるかなと思いますので、ぜひベトナム旅行考えてる方は
とてもおすすめの場所です。おすすめです。はい、ということで今回の動画もいいねと思った方、いいねボタン、チャンネル登録、そして通知ボタンの登録もお願いします。お願いします。皆様のコメントもお待ちしております。はい、あと YouTube に載せてない細かい情報を、ブログに載せているので、そちらもぜひチェックお願いいたします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。はい、次回は、また別の場所からお届けします。はい、それではバイバーイ。バイバーイ。